はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、先日お邪魔した、ベアフットリンクさんタイランドのビブラム会動画で、このチャンネルでは初のコラボ動画ってことで、ベアフットリンクタイランド、代表の島田さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。ベアフットシューズね、日本でもね、ちょっと入ってきてるっていうふうに聞いて、島田さんから教えていただいたんですけど、ビボですね。ビボが入ってきたって言ってて、ビボはアメリカでもすごく人気で、肌感で言うと、アメリカでも一番履かれてるんじゃないかなっていう感じがします。で、やっぱりね、このベアフットシューズ、すごく足の機能を取り戻すにはいいんですけど、注意点を今日は話していきたいなというふうに思います。で、今日はここにアバンカスのフィッティングのベアフットシューズと、この間、先日買ったばっかりのビブラム V トレインですね。持ってきてるんですけど、どちらもね、やっぱりソールが薄くなってるので、まあそれがベアフットシューズの特徴なんですよね。足の裏で地面を、捉える。足の裏で地面を感じれるっていう作りになってるので、すごくソールが薄いんですよ。で、注意点なんですが、島田さんとの会話でも出てきたんですけど、日本でもその、ベアフットランっていうのが流行ってた時期があって、で、その時期にこうバッと、ビブラム、ベアフットシューズが、人気になった時期があったらしくて、で、そこで何が起こったかというと、やっぱりみんなこのベアフットシューズ慣れてないのに履いてすぐ走っちゃったんですよ。ここが気をつけなきゃいけない点で、僕らの足ってもうすごく守られすぎて温室育ちの足になっちゃってるんですよ。今時の靴ってすごい厚底でサポートもすごく良くて、で、足の本来の機能ってもう失われちゃってるんですよ。なので、この人たちがいきなりこのベアフットシューズを履いて、しかもコンクリート、アスファルトの上を走るっていうのは非常に危険です。なんでかというと、まだ足の機能、まだ取り戻せてないのに、とてつもない負荷がかかるからです。いきなりロードに出てしまったっていうところがあって、みんな怪我をしてしまって、ビブラム履くと怪我をするみたいな、そういうなんか悪評が広まってしまって、みんなちょっと履かなくなってしまったっていう背景があるらしくて、僕からすると、いや、そりゃそうだよなっていう、この、本当にシンプルな設計になってる、この靴で、もう、外、アスファルトを走るなんていうのは、僕的にはもう自殺行為だなというふうに思います。で、ビボも僕の同僚が履いてたんで、履かしてもらったんですよ。で、やっぱりかなりソール薄くて、もう素足感覚で履けるんですけど、ビボも、まあ、コンセプトとして何日間履き続けることで足の機能を取り戻すことができるみたいな大文句があるんですけど、私の友達ももう毎日履いてたんですよ。買ってすぐ履いて、で、家から出勤するときも、そのビボを使ってアスファルトの上を走って出勤してたんですよ。当然、ジムのリフティングでも使ってたし、またジムから帰るときも走って、コンクリートの上を帰ってて、彼の場合は、その足の機能を取り戻すパーソナルトレーニングを僕から受けてたので問題はなかったんですけど、今までそういうような足の機能を取り戻すようなエクササイズをしたり、そういう靴に慣れてる方は問題ないんですけど、やっぱりいきなりこのベアフットシューズを履いて走るっていうのが一番危険な行為で、なんでかっていうと、今までは靴の底がかなり厚くてクッション性があって衝撃を吸収してくれてたんですよね。なので足自体のその機能でそのショックを吸収する必要はなくて、このクッション、靴のクッションが代わりに衝撃を吸収してくれてたんで、何も問題なかったんですけど、このベアフットシューズってこのソールの部分が要するになくなるわけなんですよ。そのクッションの部分。そうすると、この足自体でうまく衝撃をアブゾーブ、吸収して動きにつなげていくことができなければ、もろ腱や筋にダメージがきます。一番多いのがやっぱ測定筋膜炎になることが多いです。この足のアーチの部分ですね。アーチの部分に負荷がかかって炎症を起こしてしまうっていうケースね。そうなってくると、この靴も履きたくないってなっちゃうんですよね。でもやっぱりそうなってほしくはなくて、やっぱこういうベアフットシューズって段階を踏んでいけば、ちょっと慣れていけるし、こういう怪我っていうのは防げるので、今日はどういうふうに履いていったらいいかってことを解説していきます。で、僕の動画見てる方はもうお馴染みになってるかなと思うんですけど、こういう
アメリカでは結構一般的になってるんですけど、トースペーサーってやつですね。これを足の指にはめて、僕は基本的に家にいるときはずっと履いてます。なので、こういうものを使って足の機能を、取り戻す訓練をしておく。で、僕動画でも上げてるんですけど、足のストレッチ、機能を取り戻すエクササイズ上げてるので、そちらを見ていただければどういうことをやった方がいいかっていうのがわかると思うんで、そちらを確認してください。この靴に慣れるっていうことが大事なんですよね。で、やっぱりね、僕らアメリカの生活をしてると、靴を家の中でも履いてる文化なんで、家の中普段日常生活をしてる時から履き慣らすっていうのが僕はお勧めしてるんですけど、まあ日本人の方だと靴は家では履かないので、じゃあどういうところで使ってもらいたいかっていうと、一番おすすめなのはトレッドミルで履き慣らしていただくことをお勧めします。で、トレッドミルって、もうそもそも膝に負担がかからないように、しっかりとショックアブゾーブの機能がついているので、最初、ベアフットを履き慣らす段階としては、トレッドミルが一番、僕は安全でおすすめかなというふうに思います。最初はね、10分とか20分とか、歩くっていうところで慣れていただいて、で、だんだん慣れてきたら、そこで走ってもいいですし、まあそこから普通にリフティング、ウェイトリフティングに入っていただいても結構ですので、まずはしっかりとそのクッションのある場所で履き鳴らす。で、絶対に走らない。最初は絶対走らないでください。走るとやっぱりね、まだね、その機能がうまく使えてないと、もろ負担って、歩く時よりも倍以上の負荷がかかってくるので、まずは歩く。柔らかい地面の上で歩くっていうところから慣らしていただきたいですね。なので、トレッドミルが一番おすすめかなというふうに思います。あと、ジム内の柔らかいソフトパッドが敷かれているようなところは、比較的安全なので、そこでのトレーニングで慣らしていくっていうことが一番おすすめですね。一番やっちゃいけないのは、硬いアスファルト、コンクリートの上で走るっていうことなので、それだけは避けていただきたいなというふうに思いますね。やっぱり履き慣らすことと、この足の指のエクササイズっていうのは並行してやっていただくと、よりスムーズに、この靴に慣れて、本来の足の機能っていうものを取り戻して、自分の、リフティング、パフォーマンスにつなげていくことができるので、ぜひね、皆さんには試していただきたいなというふうに思います。しっかりとその取り戻すエクササイズをやりつつ、ジムで履き慣らしていただいて、だんだん外で走りたい人に関しては、そういった段階を踏んで、使っていただきたいなというふうに思います。やっぱりね、ベアフットシューズって海外ではすごく人気になってるし、ブランドやメーカーもすごく増えてきてるので、やっぱりね、日本の皆さんにもどんどん試していただきたいんですが、ここだけね、注意していただいて、無駄な怪我っていうものは避けれますので、そうですね、あと個別で、何か靴選びで質問等があれば、まあ動画も出してるんですけど、コメント、DM の方いただければというふうに思います。今日の動画は以上です。それでは次の動画でお会いしましょう。